皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米中冷戦、中国がイランと関係を深めて、欧米との対決に備える動きに力を入れていることを取り上げていこうと思います。私はこれまでも中国というのは決して侮れる相手ではないという話を何度かしてきました。そのために、米ソの冷戦構造と現在の米中冷戦構造では全く異なるものですよという話をしてきました。その中においても非常に重要なのが、中国がかつてのソ連とは違い、経済的にはなかなか孤立するようなわけではないということを注意深く見ていく必要があります。今回中国が関係を深めるのは、中東における大国イラン。イランそれ自体は欧米各国からの制裁を受けており、決して良い状態ではありません。しかし、経済状態が悪いからこそ中国との関係を深めることによって、欧米との対立で弱った経済などに活路を見出そうとしています。それでは中国がイランとどのような形で関係を深めていこうとしているのか、関連ニュースを見ていきましょう。中国、イラン、大規模な経済安保協定を計画。中国とイランが25年に及ぶ経済安全保障のパートナーシップ協定を結ぶ計画を進めている。ニューヨークタイムズなどアメリカメディアが報じた。中国はイランを巨大経済圏構想一帯一路における重要国と位置づける反面、イランにすれば中国との関係強化は技術の導入や経済の好転につながる。対米関係が悪化している両国の連携強化の動きにアメリカ政府は神経を尖らせている。同紙は11日、中国とイランの協定案を入手したとして内容を伝えた。中国はイラン国内で空港や高速鉄道、地下鉄の建設に投資し、第5世代 5G 移動通信システムのインフラも構築する。兵器開発や情報共有など軍事面でも関係を強化する。両国軍が昨年末にオマーン湾やインド洋で行った海上演習にはロシア軍も加わり、反米協調を演出した。イラン高官らは同紙に協定により中国が25年間にわたりイラン産石油を安価で購入でき、イランには同じ期間に中国から総額4000億ドル、約43兆円相当の投資が流入すると述べた。トランプ政権はイランの核合意からの離脱に伴って原油の全面禁輸を含む対イラン経済制裁を再開しており、中国が原油輸入に踏み切れば対立が深まるのは確実だ。アメリカ国務省報道官はイランを支援した中国企業には代償を課すと述べ、協定締結の動きを牽制した。また、協定を通じて中国がイランの戦略的要衝ホルムズ海峡に近いジャスク港などの港湾整備に投資する可能性も指摘される。新型コロナウイルスの感染拡大前、世界で海上輸送される原油の3割が通過していた同海峡はアメリカ・イランの緊張の最前線だ。中国が足場を築けば争いが複雑化する恐れがある。協定は2016年、イランを訪れた中国の習近平国家主席が提案したが、中国側は締結するか態度を鮮明にしていない。イラン国内ではアメリカの制裁に対抗するには中国との協定が最適だという意見が出る反面、コロナ感染拡大で経済低迷が深刻化する中で協定を結べば中国に足元を見られて不利な条件を飲まされかねないとの懸念も聞かれる。イランでは内閣が協定案を了承したが、まだ国会には提出されていない模様だ。中国は南シナ海や貿易摩擦などの問題で、イランは核・ミサイル開発をめぐりアメリカとの対立が激化している。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは12日、協定は中国とイランにはこうした選択肢もあるのだという意思表示で、実現性を疑問視する専門家の見解も伝えた。中国にとって手を組みやすい国とはどのような国でしょうか。その代表的な条件として言われているのが反米国家です。例えばその代表格として言えるのがロシア。ロシアとアメリカが非常に仲が良いといった光景はほとんどありません。基本的には常に意見が対立するような国です。そしてそのような反米国家というのは世界中にあります。例えば中南米においては反米国家はいくつもありますし、独裁的な政治が行われているようなアフリカの国においても同じように欧米との対立というものがなくなりません。そしてそのような国に対してどのような政治体制をとってどのような統治が行われていようとも全く関係ないとして手を差し伸べるのが中国です。ですから反米国家であればまず間違いなく中国にとっては非常に手を組みやすい相手です。また、経済的な面において発展が遅れている場合、海外からの投資というものが非常に重要になります。しかし、めぼしいものがなければ、欧米からはなかなか投資を引き込むことは難しいでしょう。
その中においても中国はインフラ整備などで多額のお金を流すことによって現地の政府と結託することによって関係を深めることができています。この場合、インフラ投資などはその国の経済発達には確かに必要かもしれませんが、実際問題としてインフラ整備による経済発展よりも経済発展を目的とした投資によって現地政府の政治指導部が中国共産党と癒着する、このことによって関係が深まることがより重要なのです。他にも様々このような話はあって、経済的なつながりによって中国との関係を深めるという国は非常にたくさんあります。ですから、香港に対する国家安全法が制定されて人権的に問題があると欧米各国が非難したとしても、一方で中国は自分の国に対する支持というものがそれ以上に大きいのだといった動きを見せています。このようにアメリカの覇権を脅かす中国というのは自分の味方になる国というものを常に政治的な理由や経済的な理由によって自分の勢力側に引き込もうとしています。そして今回のイランというのも欧米各国と対立しているイランにしてみれば中国との関係の方がよほど良好だと言えるのです。しかしこのチャンネルの動画を見ている人の中にはイランはイスラム教国であり中国の国内においてはウイグル自治区におけるイスラム教徒への弾圧があるではないかといったことを考える人もいるでしょう。しかしそれは確かに人権問題ではありますが国家の意思としては中東各国はこのウイグル問題というものをほとんど問題にはしていません。なぜならば政治上中国との付き合いやもしくは経済的なつながりの方がはるかに優先されているのです。中東においてはイスラム教が第一宗教であることは間違いないのですが、しかしイスラム教が全てを支配しているわけではないのです。ですから新疆ウイグル自治区で一体どれだけのイスラム教徒が苦難にあっていようとも中東各国は救いの手を差し伸べないのです。各国の政府にしてみれば一番大事なのは自国の国益であり、他の国にいるイスラム教徒のことなどほとんど気にかけるわけではないのです。しかしいくら中国とイランが関係を深めたとしても中国もイランも経済的に弱れば大したことはないと考える人もいるでしょうが、そう考えるのは非常に事態を甘く評価しています。なぜならば中東におけるこのイランの存在というものは間違いなくアメリカ自身ではなくアメリカの同盟国にとっては大きなダメージになるからです。それこそホルムズ海峡をイランが封鎖するかもしれないという話になっただけで中東産の石油に依存している日本などにとっては致命傷になりかねませんし、日米オーストラリアにとっても重要なパートナーとなり得るインドにとってもやはり石油の輸入が止まるようなことになれば大きなダメージになるのは避けられません。もちろん東南アジア各国にとってもこのルートから入ってくる石油というものは決してなくなっていいようなものではありません。米中冷戦構造、中国側のトップ3はこれで中国、ロシア、イランというこの3つになりそうです。そしてこの3つの国々に加えて中国が進めている一帯一路構想、さらには中国と関係を深めるアフリカ大陸諸国や南米の国々、これらの国々に対して中国はデジタル人民元を通じてアメリカの米ドルに依存しない経済圏などを模索するでしょう。米中冷戦はまだまだ始まったばかりで、そして中国側の陣営というのは旧ソ連とは違ってなかなか倒れるような国ではないでしょう。だからこそ日本は中国側の陣営についた国々が日本の経済や安全保障上問題にならないようにいかにしてエネルギー需給やもしくは食料需給などについて向上させていくのか、長期的な戦略を持った政策というものを打っていかなければならないでしょう。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。